皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。今回は床と天井の仕上げを行っていきます。今の床と壁の関係なんですが、こんな感じで隙間が空いたりしているので、これを幅木で隠してきれいに仕上げていきます。幅木はですね、壁と床の隙間をきれいに隠す役割と、掃除機のヘッドなんかで壁を傷めないガードの役割があります。一般的にはですね、薄いビニール製のソフト幅木とか MDF に木目調のシート張りをしたものとかが多いと思うんですけども、それを使うとですね、全体的にラフなデザインの中にそこだけ綺麗に仕上がったものがついてしまうので、ちょっとこだわってオリジナルの幅木を作りたいと思います。材料はホームセンターに売っている動物材を使います。樹脂は松系の材料ですね。動物材は仕上げ材と違って節が多いので、ラフに仕上げるにはちょうどいいですね。必要長さにカットして合わせていきます。壁の隅とか角の突き合わせ部分は45度にカットします。この短いものは柱の周りを囲うようです。それからこのままだと角が危ないですし、見た目もね良くないので、角部分を面取りします。面取りは形状で種類がいろいろあるんですが、よく使うものに C 面と R 面があります。C 面は45度にまっすぐカットすることで、R 面は丸みをつけてカットすることです。C 面はスタイリッシュに見えて、R 面は温かみのある可愛い印象になります。で、今回は C 面取りをします。使う工具は今準備をしているこのトリマーという工具ですね。C 面取り用の刃物を取り付けて削ります。突き合わせ部分は45度にカットしてきれいに収めます。個人的には左側のように節がたくさん入っている荒々しい木目の方がいいですね。はい、塗装していきます。塗料はワトコオイルのダークウォールナットですね。幅木が完成したら取り付け前に床を塗装します。厚さ 24mm の針葉樹合板をそのまま床の仕上げにするんですが、表面が粗いので、まずは80番のサンダーで表面を仕上げます。表面が仕上がったら掃除をして塗装します。で、今回使う塗料はこちらですね。エシャ01ですね。クリアの浸透効果型の自然オイルになりますね。ローラーで伸ばしながら染み込まなかった余分を布で拭き取っていきます。1日乾かして幅木を取り付けます。頭の小さい段取りビスで取り付けます。普通は隠し釘で釘頭を目立たなくさせるんですが、色も同色系なのでほとんど目立たなくできますし、簡単に外せて後々のメンテナンスもやりやすくなるかなと思います。天井と壁の隅にも同じように取り付けていきます。天井の場合はですね、回り縁というらしいですね。
最後に LDK に照明を取り付けます。今回選んだのは IKEA のスバルトノーラというペンダントランプです。工場で使ってそうな、いわゆるインダストリアル系のデザインですね。今回ですね、屋根天井にリノベーションしたので、天井高が高く平らな面がなくなってしまったこともあって、電気屋さんに頼んでモヤにシーリングを4個取り付けてもらいました。色はシルバーとブラックがあって、個人的にはシルバーの方がいいかなと思ったんですが、シルバーの在庫が3台しかなかったので、とりあえずブラック4台とシルバーを買ってきました。ちなみにブラックは1台9000円ぐらいで、シルバーはステンレスなので1万円ぐらいでした。ブラックもね、思っていたよりいい黒だったので、シルバーはまた別の機械に使うことにして、今回は数が足りているブラックを取り付けることにします。毎回思うんですけど、IKEA の商品は商品のスタイリングとか価格のバランスもね、もちろんいいとは思うんですけども、このパッケージデザインがね、ほんと素晴らしいと思います。やっぱりね、大量に海外から運んでこないといけないので、少しでも小さくまとめて、なおかつ破損がないように梱包できるようにデザインされているのが、毎回ね、感心させられてしまいます。こういったパッケージデザインも低価格を支えていると思いますし、輸送におけるコストだけではなくて、環境負荷を低減する企業姿勢なんかも好感が持てますね。電源コードと別に釣り用の金属のワイヤーがついていて、ワイヤーで取り付ける高さを調整して、余ったワイヤーと電源コードをカバー内に収納します。はい、組み立てができたので取り付けていきます。こういったペンダント系のランプは天井ギリギリの高さに取り付けてもバランスが悪いですし、かといって低い位置につけると広範囲を照らせなくなったり生活の邪魔になる場合があるので、天井の高い空間の方が相性がいいと思います。今回はランプの下刃までを 2.2 メートルで合わせて取り付けをします。リビングには3トン並べて取り付けるので、レーザー測定器で高さを測りながらしっかりと合わせるようにします。使用書を見ると 22W までの電球が取り付け可能みたいですね。リビングの3台はそれぞれ 9.5W の LED 電球をつけて、リビングと続きのキッチンは1灯だけなので 18W を取り付けました。4灯ではね、もしかしたらちょっと暗いかもなと思ってたんですが、白い壁も手伝って夜でも程よい明るさでした。キッチンの上の針にライティングレールをつけておいたので、スポットライトやペンダントランプなんかで部分的に照明を追加することができるようになっています。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。次回はですね、トイレの内装とドアなんかの建具の仕上げを行っていきます。低予算と少ない手間で綺麗にリフォームしていきます。ぜひご覧ください。